私はあなたが苦手なのです。暴力性、品のなさ、そしてその雄たけび。興味なんてなかったのに。たまたま私の視界に入っただけなのに。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は長谷川製 YHP23R92CP を製作しますよ。このキットは娘がタマの誕生日プレゼントに選んでくれました。去年のキレル021に続いてハイセンスなチョイス。人生何周目なのか問い詰めたいくらいでございます。JSPC 全日本富士1000キロ仕様。マニアックにも程がございます。今回は1992年まで遡る時間の旅に出かけましょう。開封すると素人お断り系の類。真っ白なパーツ群が出迎えてくださります。真っ黒な野生動物も興味があるようですね。邪魔すぎて困るのですが。3度の警告を無視しやがったので退場願います。どこかで見た光景だと思ったら、R92CP、イタリアの色違いなのですね。そういうことならばこのキットの精度は抜群ということですね。クリアパーツはやたらと多いのですが、使わないパーツもたくさんございます。梱包するのが面倒になったのかなと思える一塊の梱包。まあ特に分けなきゃならない理由もないんですけどね。新品キットなのでデカールは申し分ございません。長谷川様のデカールは薄いのに貼りやすい不思議な質感です。説明書は組み立てパートと塗装パートが別になっているので助かります。エンジンレスなのに案外工程は多いんですよね。長谷川様の配色図は格好良いのですが、デカールも混合で表記しているので疲れているときはわけがわかりません。持ってない塗料は、土臭色。はい、必要ございません。調べずとも買うほどではないことくらいわかります。ミドルストーン。適当なグレー塗っときます。シンプルなマシンなのにパーツがやたらと多いです。イタリアの時はこんなにも多かった印象はないのですが、この荒々しいフロントカウル好きなんですよね。黒ぬっこ。今日はやたらと邪魔ですね。こういう細かなダクト部分の精度も抜群です。基本針がほとんどないので下地処理は楽な部類ですね。リアカウルの大型ダクトは組み立てを先にするか後にするか迷うところです。今回は奥のくぼみ部分だけ先に取り付けました。蓋になる部分は後で組み立てます。左右非対称のサイドミラー。ノーズからフェンダーに続くデザインが素敵です。筋彫り専用工具。ぼやっとした溝を深く掘り下げてみましょう。0.15 ミリのサイズがお気に入り。
ラインを見失わないようにシャーペンでガイドを示します。さあ、拷問を開始します。拷問はほどほどで終えるのが賢明。極限の痛みの後は、愛情を注ぐことが心の癒しへとつながります。ターボ周辺パーツなのですが、どこでカットすればよいのかわからないんですよね。以前作ったイタリアでも同じように悩んだのを思い出しました。時折説明書を見て悩んだり、パーツの重さにちょっと飽きてきたり、長谷川様のこだわりを感じるパーツ数。下地処理にかける時間が湯水のように流れます。このキットを作る日が来るとは想像していませんでした。綺麗に梱包されたプレゼントをもらった瞬間、私はその大きさと重さですぐにプラモデルだとわかりました。目で見るよりも想像で判断してしまう大人の嫌な部分です。娘の前で梱包を解いて、何が出てくるのか意識を集中します。そこにはとても硬派なマシン、青白く無表情な顔、そうやすやすとはさせないカラーリング、泥臭い時代の空気が流れ込みます。私は嬉しさの裏に娘からの試練を感じました。普段から、やれ、拷問だの地獄だの口にしていても、私はどこかで優しさを求めていたのかもしれませんが、私を煉獄へと送り出す壮絶な心遣い、純真で無垢な娘の気持ちに、間違いなく私の思想が娘の DNA に刻み込まれていることを実感しました。自分で選ぶことはまずないきっと。私へのプレゼントとして選んでくれたきっと。娘にはとても格好よく映ったそうです。妻からの話によると、長谷川製のセンコラリーランサーターボと迷っていたそうです。それを聞いた瞬間、私は膝から崩れ落ち、娘に私の血が通うアルゴリズムの他に、彼女が前世で何をやらかしたらこんな試練を課すしそうになるのか。私は一期一会を使いながら9歳の娘に質問を繰り返しました。他におすすめのキットはございませんかと。カウルの裏打ちが終われば少し気持ちが楽になります。何か色が入ったという安心感がそうさせるのでしょうか。意味もなくカウルをつなげて�悦に入ります。飛び散った箇所は薄め液で拭き取れば簡単です。次はベースとなるホワイトを塗ってみましょう。アルティメットホワイトはその優れた破直と隠蔽力で作業効率を上げてくれます。ですが品薄が続き安定した入手が困難なので、
隠蔽力が強い別のホワイトを探そうと思います。次は赤でいいのかな。箱もよく確認しておかないとね。塗り分けのラインはカウルに刻まれています。リアカウルは直線基調なので簡単です。問題はフロント側。常に微妙な曲線をトレースしないといけません。しかもキルスイッチをまたぐ絶妙な難易度。フロントウィンドウの周辺は大きくカーブするので、綺麗に塗り分けないとミスが目立つことになります。このくぼみも厄介ですね。タミヤ様の曲線用マスキングテープ。曲線率を修正しながら貼り付けます。マスキングテープは大きいのを1枚貼るよりも、細かいのを数枚貼る方が修正が効きます。幅広の低粘着マスキングテープがあればさらに効率的でございます。至って普通のレッド。どこで手に入れるのかわからないこだわった塗料は好きではありません。素晴らしい仕上がり。一筋の光が闇を切り裂き、新しい一日の始まりを告げるようです。白は純粋さと無限の可能性を、赤は情熱と決意を象徴。白と赤は終わりましたので、次はブルーの塗り分けですね。これまた厄介そうです。色が重なるとそれだけトラブルの確率も跳ね上がります。できるだけ低粘着のマスキングを使うように心がけています。この角度、曲線用マスキングテープの限界率です。無理に貼ると浮いてくるので困ったものです。大きめのマスキングを貼ってカットしてみましょう。テープを貼ると途端にラインを見失うのでペンで描いておきます。デザインナイフの刃はケチらないで毎回交換。今のは典型的な失敗例です。デザインナイフでカットする場合は、支点から終点まで刃を抜いてはいけません。
仕留めるまで刃を動かし続けるのが基本でございます。おやおや、今回は教科書通り忠実にカットできましたね。ほらご覧なさい。切りつけられたことすら気がつかない美しい断面。刃物を扱うとはそういうことでございます。メインカウルはこんなもんですね。ダクトのフィンを塗り分けろという無茶な指示。急角度からの綱渡りのようなマスキング。これを見た瞬間に諦めたくなりますよね。マスキングを貼るとラインが見えなくなるので、ペンでラインを描くのも大変でした。ここも刃を抜かずに一撃で仕留めてください。多少曲がっても大丈夫。誰も気がつきません。233にもこんなところで色を区切るなよと言いたいです。細切れのマスキングをちまちま貼るのが良さそうです。マスキングに次ぐマスキング。時間が通常よりも早く流れている気がしました。ブルーはとても隠蔽力が弱いので青サフを吹きます。塗り分け部分に段差が生まれるので薄めに吹きます。マスキングの下がどうなっているのかわくてかしますね。最近出番が多いクレオスのブー。店舗でもたまに売り切れているんですよね。良い色が出せました。フェンダー付近で若干にじみましたが問題ございません。リアカウルは何事もなく綺麗に仕上がりました。おっと。またもや少し滲んでいますね。ですがこんなもの気にしないでください。完璧を求めず、まずは完成させることが大切。落ち込んだり悩むのは後でございます。塗り分けラインもぴったりですね。ここまで来ると紛れもなく2、3のワークスカラーですね。このむせ返るような泥臭いカラーリングが苦手なんですよね。ですがその色彩に隠された深遠な美しさが心を捉え始めます。今回もマスキングを大量に消費しました。これは急成長が期待できますね。まるで私の手の中に地球を抱いているかのようです。落下音が少し重くなりました。もうすぐ 50g に到達しそうですね。
そろそろ家の床も突き破るかもしれませんね。思ったより少なかったデカール。箱の写真だと派手に見えるのですが、案外とシンプルだったのですね。まずは日産から貼ってみましょう。長谷川様のデカールは薄いですが貼りやすいのが特徴。日産初のシーカーはスカイライン、シルビア、フェアレディで参戦したそうです。どんな形なのかと調べたら、市販車とは似ても似つかないマシンでした。洗練されておらず荒削りな形なのがすぐにわかりました。ヒューレット・パッカード。タマが初めて購入したパソコンも同社でした。当時のスペックを思い出すのも大変ですが、ハードディスクは 4GB ほどだったはずです。ニフティサーブの掲示板で顔も知らない人とチャットをし、深夜生活が染みつく原因となったテレ放題。ダイヤルアップから ADSL に移り、まさしく世界がつながった瞬間でございました。長谷見正弘、ジェフ・クロスノフ、影山正彦。1992年の富士1000キロで4位という結果だったそうです。YHP とは横川ヒューレット・パッカード。ヒューレット・パッカードが日本に作った合弁会社とのこと。逆だったのを気がついて慌てて回転させています。こんなことができるのもデカールフィクサーのおかげです。ニスモは40周年を迎えたそうです。仕事で出荷前の日産ヤードに行くことがあったのですが、35GTR ニスモが準備されていて思わず見入ってしまいました。隣に止まっていたプレミアムエディションの方がかっこよかったのは内緒。かなり難易度が高いゼッケン。フェンダーの曲面になじませるのが大変です。軟化剤ドバドバで攻め立てます。ウイングに貼る大きなデカールはどんなキットでも気分が良いです。2段目のウイングにブリヂストンを貼ればメインデカールは完了。晴れに感じるのにデカールは案外少ない不思議なマシンでございます。細かな部品はまだまだ残ってございます。パーツの最終チェックも兼ねての選別作業。クリアパーツは多いですが使わない部品も多数ございます。シャシー関連で使う塗料はこんな感じ。本来はもっと必要なのですが、手を抜くことも大切でございます。ホイールはリムとスポークで塗り分けが必要です。円形にマスキングするのは果てしなく面倒なので筆塗りします。ペイントリターダーで筆塗りのムラを抑えることができます。筆で色を塗るのではなく、のせるが正解。
ぽってりとしていますが乾燥すれば綺麗になります。ヘッドライトも塗り塗り。給油口は爪楊枝で塗ってみました。キャリパーに貼る大量のニスも。新品デカールなので楽ですが、劣化したデカールだとこの物量で数時間費やします。たまにキャッチミスって沈んじゃうんですよね。貼り終えたらカウルにクリアを吹いてみましょう。ザラザラカサカサになったカウル。クリアの砂拭きを終えました。デカールがシンナーや塗料に侵されてしまうのを防ぎます。3回ほど砂拭きしてから本塗りするのがいつもの流れ。ツヤが抜けたフロントカウルがやけにかっこよく感じます。クリアを3回重ねてきました。今回はひどく荒れなかったので中研ぎはなしです。柚子肌ですが研ぎ出すので問題ございません。最後にしゃぶしゃぶクリアも吹きませんでした。反射する光が不格好でございます。4000番で柚子肌をガリガリ削っちゃいます。ツヤはなくなりましたが柚子肌が消えて質感は上がりましたね。デカールの段差もほどほどに消えて良い感じです。6000番行きましょう。撮影するのも面倒でした。8000番行ってみましょう。ちょっと撮影しましたが面倒なので飛ばします。研磨痕がかなり消えてきましたね。シーカーは研ぎ出す面積が大きいので大変です。1万番で苦しい作業から解放されます。ここまで来ると下地を出してしまうことも少ないので、半分寝てても作業できます。優しい輝きになりました。これで完成でも全く問題ございません。ですがあと一手間かけることで完成度が段違いに上がります。セラミックコンパウンド。研ぎ出すモデラー様には必須アイテムでございます。開封した時のパーツ群が別の物質になったように映ります。ヘッドライト周りはエナメルで塗ると楽です。はみ出しても軽く拭き取れるので、ダイナミックに塗っても大丈夫ですよ。窓枠用マスキングが付属しているのはありがたいですね。こういう便利アイテムがある時代なのに、同封してないキットを新商品で発売するのはメーカーの怠慢でございます。貼り直しが前提で粘着力が弱いので注意。貼って数分経つと浮いている場合があります。塗る直前に確認と押さえつけるのをお忘れなく。エキゾーストパイプの出口はシルバーで塗装。ここもタミヤのエナメルが役に立ちます。
色が増えるたびに完成度が高くなりますね。使い終わった筆はすぐにきれいにしましょう。さっとから拭きして、パーツクリーナーを入れた瓶に入れてチャプチャプ。多少色が残っていても気にしません。次使う頃には残っていることも忘れています。シャシーの組み立て。パーツ数は少ないので比較的楽です。本来なら塗り分けが必要なコクピット周り。カウルをかぶせたらほとんど見えないのでサボりました。リアのアームはかなり曲げて差し込むので折らないように注意。艶消しブラックなのでガリガリ擦ると傷が目立ちますよ。タイヤは隠れちゃうのでバリを削る必要がないので助かります。格好良いホイールは必然的にこういう形になるのですね。エンジンレスのキットですがラジエーターはございます。シートベルトは付属のデカールでございます。長谷川様のキットは、やけにブレーキ周りの再現度にこだわりがあるんですよね。転写式ではないタイヤマーク。これは馴染まないので本当に嫌いです。この後軟化剤とドライヤーで馴染ませました。ギアボックスと足回りの組み立て。ここも配色をかなり省略しています。エンジンを省略されているので文句は言わせません。この謎に精密なこだわり。別のところもこだわっていただきたいのですが、これも長谷川様の味として毎回納得してございます。組み付け精度は抜群。穴を拡張することなくパチッとはまります。カウルの数箇所にあるヒンジ類にシルバーを塗ります。窓枠塗装が乾いたようです。うまく塗れましたが指先の汚れに目が行きます。ウィンドウを固定する金具まで再現されているのが素晴らしい。窓枠用マスキングがないシーカーのキットは大変でしたよね。ハイグレードも軽用セメダインもかなり減ってきました。クリアパーツが曇らず、塗装も犯さず、はみ出しても拭き取れる最高の接着剤。ですが固着するまではかなり時間がかかるのがデメリット。
爪楊枝の先をほんの少しカットして塗ります。爪楊枝と綿棒は岩盤使うのが時短のコツ。レーシングマシンの複雑に入り組んだダクトってかっこいい。こういう後付けのパーツも修正不要でカチッとはまります。やっぱりヘッドライトは丸目が一番競争ですよね。最近はどんどん細くなってしまって、薄目を開けて寝てる人みたいになっちゃいましたよね。このウインカーはピンセットから飛び出して小1時間捜索しました。このマシンの一番好きな箇所。フロントフェンダーの空気を抜くダクト。これで良いんだろという感じが好きです。ほんとかっこよすぎやろ。リアウイングの組み立て。まだまだ空力デバイスがシンプルな時代。ですがシーカー独特の低く後方にセットされたスタイルが最高でございます。ここにもハイグレード模型用セメダインを使います。途中でミスって崩壊しても拭き取れるのが素晴らしい。レーシングマシンには鉢巻きは必須ですね。毎回クリアで保護しようと思うのですが、ウィンドウを先に接着してしまったのでもう無理でございます。また散らかしてしまったので一旦片付けましょう。こういう気分転換がとても大切。一度リセットすることでまた集中力が高まります。ハンドル周りの組み立て。シンプルなメーターと物理スイッチが並んだパネル。この時代のレーシングカーにはロマンがあります。そしてロールケージ。一気にスパルタンな雰囲気になります。ですが角度的にほとんど見えなくなります。シャシーにカウルをかぶせます。思いのほかすんなりはまりました。ギアボックスやターボまで再現されているのに、なぜエンジンがないのでしょうか。牽引フック。目立つところに堂々と取り付けられています。給油口ではない謎の装置。滑らかな曲線に流れる光のようやくセントになります。耐久マシンにはイエローレンズ。これ以上にない組み合わせでございます。レンズを装着。不思議です。苦手だったことを覚えているのに、その理由を思い出せなくなってきています。一本のワイパーが高速で動く様が妙に好きなんですよね。タイヤをセットすると、大陸のような車体に自信がみなぎります。その自信は日産を世界の真ん中に送り出す原動力となり、日本での勝利も通過点でしかなかったことを実感します。左右非対称のミラーはどちらも特徴的な造形。
超高速域の激しい振動の中、過去を置いてゆくように移り、そして流れてゆきます。レンズにまでかかる荒削りなカナード。当時のレーシングカーによく似合います。よかった。最後にはあなたの顔を見れるようになりました。私のエゴが多すぎて、ずっとあなたの顔にはもやがかかっていました。虹が見たいなら、ちょっとやそっとの雨を我慢しないといけないように、あなたの美しい瞬間を手に入れるためには、時に困難や試練を乗り越える覚悟が必要だったようです。あなたの失敗になんて興味がないの。そこからどう立ち上がったのか知りたいだけ。私はただの凡人で、あなたは感情のままに走る魔女。ヒステリックな叫び声が今も耳から離れません。その地獄のような恐怖。品性のかけらすらない暴力性。今となっては目を離せない自分に許せないでいます。レースが終わっても待っているのは新しい地獄。あなたを縛り続ける永遠の地獄。あなたはもう知っているはず。私の心は魔女に見入られていることを。凶暴なあなたを操る快感に。圧倒的な暴力に。YHP23R92CP 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。